優れもん自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、2種類の分割式ドライブシャフトブーツです。16年前のトヨタプロボックスです。左右フロントドライブシャフトアウターブーツを交換します。左側の緑色ブーツはポリエーテル系ウレタン樹脂、右側の黒色ブーツはクロロプレンゴムです。どちらもプロボックスに適合していますが、蛇腹が4段と3段の違いがあります。樹脂とゴム、材質の違う分割式ドライブシャフトブーツを試してみます。右フロントアウターブーツ破れていません。まだ使えそうです。左側も破れていません。予防整備で交換します。ホイールナットを少しだけ緩めておきます。ホイールベアリングやステアリング関係などに異音やガタつきがないか確認します。ついでにブレーキパッドの残量も見ておきます。ドライブシャフトブーツは一度も交換されていないと思います。材質は樹脂製で長持ちしています。マイナスドライバーなどでブーツバンドのカシ目を起こします。ニッパーなどでバンドをカットして外します。カッターやニッパーなどでブーツをカットして外します。パーツクリーナーでグリースを洗い流します。ドライブシャフトを回しながらできる限り古いグリスを洗い流します。ベアリング周りにガタつきや傷がないか確認します。ブーツをバンドで固定する箇所はパーツクリーナーで汚れ落としと脱脂をします。ネオブーツ樹脂製です。ドライブシャフト用グリース、ブーツ接合部組み付け専用溶着剤、グロメット1セット、ブーツバンド1セット、ブーツ接合部を加熱する発熱シートです。グロメットの仮組みをします。グロメットはブーツを取り付けた後、組み付けてバンドで固定します。内側の出っ張り部分をシャフトの溝にはめ込みます。グロメットには方向性がありますので、動画の通り組み付けます。
ブーツの接合部とグロメットの切り割り部が重ならないようにずらします。ブーツの接合部がきっちりはめ込みできるか確認しておきます。溶着剤を溝に注入します。溶着剤がこぼれないように注意しながらブーツをシャフトに取り付けます。接合部を両端から確実にはめ込んでいきます。はめ込み作業が終わりました。次は接合部を発熱シートで加熱します。発熱シートは使用直前に開封します。両面テープの剥離紙を剥がします。発熱シートの中央部をブーツ接合部に合わせて乗せます。強く押し付けてはいけません。8分以上加熱します。発熱シートの温度は70度以上になります。10分経ちましたので発熱シートを取り外します。接合部がきっちりくっついているのか軽く引っ張って確認します。次はグリース補充やグロメットの組み付けなどですが、取り付け説明書の手順と違うところがあります。ジョイント部分にグリスをすべて詰め込みます。グロメットを取り付けするところを脱脂します。大きい方のグロメットを取り付けます。方向性があります。グロメットの上にブーツをはめ込みます。次は小さい方のグロメットを取り付けます。大きい方と同じく方向性があります。バンドを手で曲げます。このように引っ掛けてからバンドを締めます。小さい方のバンドも同じです。バンドには方向性がありますが、大きい方のバンドで説明します。マイナスドライバーなどでバンドをしっかり押し付け、ラジオペンチなどでカシメを内側に曲げます。仮固定の状態です。ハンマーで軽く叩いてしっかりかしめます。ピンポンチでかしめる方法もあります。
次は大きい方のバンドです。ブーツの接合部を前から後ろに180度回してずらしました。バンドを取り付けます。バンドの引っ掛け部分をブーツの接合部から180度ずらして取り付けています。次はバンドの方向性です。正しい方向でバンドが取り付けできています。間違いです。逆方向で取り付けされています。ハンドルを左右にいっぱい切った状態でドライブシャフトを回します。ブーツの接合部やバンドがずれたり外れていないか確認します。次は左側のアウターブーツを交換します。ひび割れなく長持ちしています。右側と同じ手順で作業します。ベアリング周りにガタつきや傷がないか確認します。ゴム製のドライブシャフトブーツ、グリースが1つ、ブーツバンドが1セット、ブーツ専用組み付け剤です。接着剤や溶着剤ではありません。ブーツにグリースがつかないようにするためのグリースプロテクトです。ハウジング部分にかぶせます。ブーツ専用の組み付け剤です。合わせ面の片側、この部分に組み付け剤を薄く塗ります。ハウジング側から合わせ面をしっかりはめ込みます。2分の1程度はめ込みができましたら、グリースプロテクトを外します。ブーツをかぶせる前にパーツクリーナーで脱脂をします。ハウジングにブーツをセットします。この部分がシャフト側のブーツバンド固定位置です。合わせ面をすべてしっかりはめ込みます。合わせ面を180度ずらします。ブーツバンド方向性の確認です。正しく取り付けできています。間違いです。逆方向で取り付けされています。
方向性や取り付け方法は大きいバンドと同じです。シャフトにシャーシブラックをスプレーすることにしました。試運転です。接合部やバンドに問題はありません。ネオブーツは樹脂製なので耐久性に期待できそうです。こちらも問題ありません。スピージーは作業工程が少なく、ブーツ本体の交換作業時間は10分程度と言われています。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。